はよう。今日はマジで何にもしない、本当に私がいつも過ごしているような一日を Vlog にしようかなと思って、もうこの時点で結構やばいんだけど、このクリップすっごい可愛いのだけど、私は家でいつも本当にこんな感じ。いつも Vlog 撮るときはお出かけしたりとか公園に行ったりとか外に出てる時の方が多いと思うんだけど、先週の私のスケジュール見てみたのね。そしたらもう2日しか出てなくて、5日間ずっと家にいたの。家にいる時の方が普段の私だから、毎日外に出てるわけじゃないから、だったら家の Vlog 撮ろうかなと思って、最近撮ってなかったからちょっと撮りたくなって撮ってみるね。蚊に刺されたの、ここも刺されたし、最近ね蚊が家の中に入ってきてる。起きる時間が本当に遅くて、毎回夜まで延長して仕事したりパソコン見たりスマホ見たりしちゃうの。スマホ見ることの方が多いんだけど、今だいたい夜の1時ぐらいに寝てて、深夜にスマホを見るのがやめられなくて、本当にそれやめないとやばいな、目がおかしくなりそうって思うんだけど、毎回睡眠負債が溜まっていく日々なのね。8時半にアラーム鳴らすんだけど、結局9時ぐらいに起きて、そっからダラダラして10時半ぐらいから仕事を始めるっていう感じ。いつもはこういうマッサージとか本当はしない。いつもなんかペッてやって終わり。最近このソルト&ストーンっていう会社のデオドラント買ったんだけど、これめっちゃいい。ベルガモットとヒノキの香り。ちょっと待って、開かない。スクラブみたいな。これすごいいい匂いする。おすすめ。知らない間に楽天ポイントが3万ポイントぐらい溜まってて、これポイントで買ったんだけど5000円ぐらいした気がする。結構高いよね。これパック、これはちょっと効果わかんないけどね、スキンフードのやつね。いい匂いがするし、なんかすっきりするからね、よく使ってる。みんなは普段どうやって過ごしてる？私は家にいるのが大好きで、この日も家にいたの。一番居心地がいい。充実した日って言われたら違うけど、みんなもこういう日の方が多いだろうなと思って撮ってみたの。何もない日はメイクなんてしないけど、日焼け止めだけはね、一応塗るようにしてる。そしてこの私の長い髪を結ぶところから朝は始まる。これ本当にいつもの私って感じ。ブルーライトメガネをしてる。この日は天気がすごく良かったから、この場所で作業することにしたの。ここから2時間ぐらい編集してたかな。午前中はメールの返信と編集とかいろいろしてたらもうすぐ終わっちゃう。もう6月2026年の半分が終わったね。みんな今年の前半どうだった？私は今年の初めはすごく良かった。全部楽しいし、新しい出会いも多くて、いいことが続いていい一年になりそうって感じだった。でも生徒にいた時は気持ちがすごく沈んでて、あれも今年最悪かもって感じだった。気持ちの波がすごいの。仕事がキャンセルになったり、人間関係が良くなかった。嫌なことが重なると勝手にね、いろいろ重ねちゃうの。だからこういう時期なんだって思い込ませてた。ここで学んだのは、何事にも喜びすぎず落ち込みすぎないことが大事ってこと。そしてついに21歳になったの。私が動画を始めた頃って18歳だったのね。そこから3年も経ってしまって、時が経つの早いなって思ってた。あの頃はマジで何もしてなかったんだけど、その時から私の動画を見てくださってる子たちもいると思うのね。これからも一緒に成長していけたらいいなって思ってる。私の動画を一から見てたら、成長していく過程が本当にドキュメンタリーみたいに見えてくると思う。それぐらいこの3年間って私にとってすごく重要だった。最近少しだけマンネリを感じてきてるの。毎日が退屈なわけじゃないし、仕事ももちろんすごく楽しい。10代の頃は何をしても新鮮だったし、若いだけですごいねって言われるような時期だったけど、今は少し慣れてきちゃったの。言い訳が通用しなくなってきた感じ。だからこそ次は何を目指したらいいんだろうって考える時間が増えた。みんなはどう？2日前から字幕入れの作業をしていて、やっと終わりそう。タイのバンコクの Vlog 編集してるんだけど、1週間の Vlog 全部動画1本にしようと思ったら42分にもなっちゃって、もう本当に結構苦しんでます。他の YouTuber の方となんか動画編集について話したことが全然なくて、私のこの編集の速さって速いのか遅いのか非効率的なのか全く分かんないんだけど、字幕入れるのが地味にめちゃめちゃ大変なのね。もう今本当にやっと終わってるし、動画の素材をカットしてつなげて、
で字幕を入れて BGM つけて効果音つけたりとかテロップ若干入れたりとかして、でその後また確認するって、もうどんだけ工程があるのみたいな感じなのね。しかも私の動画って結構長いからそれがすごい大変なんですけど、やっと終わりました。もう本当に嬉しい。ちょっと確認するね、この動画を。一旦42分あるけど長い。動画編集するときはこういう小さい工程が何個もあって、本当にいつ終わるのって感じなんだけど、終わったときはもう達成感家族が来て今話してるね。何話してんだろう編集してる時ってだいたい手持ち無沙汰になってコーヒーか抹茶ラテを飲んでるんだけど、この時はちょっとヘルシー生活を心がけてて水だけで過ごしてる。チョコとか食べたくなっちゃうんだよね、こういう時。ついに動画が完成した。もう本当に嬉しい。他の仕事で締め切りが明日までのものがあって、絵をね描かなきゃいけないんだけど、それがまだ終わってないから絵も描かないといけない。最近ダイエットを始めたので走らないといけない。もう今日もやることがいっぱいある。今日の Vlog のテーマは何もしない日っていうか、どうでもいい日って感じだったんだけど、めちゃくちゃやることがある。1週間の80% はだいたいこういうことをしているから、可愛い写真を撮れるような日じゃないの今日メイクもしてないし。私の日常はだいたいこれで家にいるので、でも普段は3階に私の部屋のスペースがあって、ロフトベッドの下の2畳のスペースが私のスペースなんですけど、そこでだいたい作業してるけど、今日はこっちでやってみた。最近ダイエットに目覚めていろいろ試してるんだけど、ダイエットを意識するとなんかお腹すくの。だから最近ナッツとか食べ始めたんですけどこのマカダミアナッツ別に脂質多いしみたいな、卵とかささみとかオリーブオイルとかそういうもの食べるんだけど、いつもより逆にお腹いっぱいになってるっていうことが発生したりするんですけど、美味しい。マカダミアナッツだけは好き。でも多分一番美味しいから一番カロリー高そう。やる気がすぐなくなりそうだからセロトニンをたくさん浴びて頑張らなきゃ。お腹すいた。このグリークヨーグルトめっちゃ美味しかった。これを食べて、これとバナナを半分食べた。で蜂蜜ちょっとかけた。1日に2食にしても大丈夫ですっていう記事と、朝ごはんを絶対食べないとダメですみたいな、なんかいろんな記事があってマジでどれがいいか分かんなくて、今の体型も別に好きなんだけど、ちょっと動画だとなんか二重顎が目立つからちょっとだけシュッとしたいなみたいな感じで、そんなにストイックにはやってないんだけど、今月にイベントがありますので、そのためにも、ちょっとだけ食事制限していい感じの自分になろうかなみたいな感じでやってる。だからいつもはやってないたまたま今日ダイエットの日って感じ。一生終わらない。本当に助けて。疲れた。本当はカフェラテなどをね爆飲みしたいんですけど、お水飲ませていただいてます。2回飲むのが目標、1日の。この後15分ぐらい TikTok 見てた。もうね何も考えずに見てるから結構怖いよね。この前縦動画のショートドラマのドキュメンタリー見たんだけど、全てがアルゴリズムに基づいてできてて、もう私たちは避けられないっていうことが結構書かれてて怖くなった。なのに見ちゃうっていうのがもうどうすればいいんですかって感じだけどできるだけ短く見るようにしてる。アボカドとささみと何かしらご飯のセットみたいな、料理の名前はないです。適当に栄養を取るためにそういう感じ。私のお昼はだいたいゆで卵かこのチキンかご飯に味道楽とかキムチとかそういう感じ。質素すぎて見た目が本当に映えないの。この日はたまたまアボカドが家にあったからちょっとスペシャルなお昼ご飯ですけど、普段のご飯は本当にもっと適当。見て、すでにねもう美味しそうなチキンとアボカドアボカドやばいよね。これが絶対に美味しいのでこれに海苔を追加します。これってダイエット食なのかしら、わからない。ただただ美味しいご飯作ってるだけの可能性もある。でこの焼き海苔を破ろう。どうせね混ぜるからいいの。アボカドにわさび醤油をかけたら天才なのでそれを実行します。醤油とアボカドってなんであんなに美味しいんだろうね。
お寿司みたいな味するよね。美味しそう。どうしよう。とっても美味しそう。ちょっとだけマヨネーズかけるね。本当にちょっとだってさ、美味しくしたいじゃん、やっぱり。ご飯が完成しました。こちらですこのマヨネーズマジで何って感じなんだけど、本当マヨネーズかけないでこれ、ね、チキンと海苔とアボカドとご飯だけでやろうとしたんだけど、ちょっとマヨネーズと醤油とアボカドのこの3点セットが大好きだから。昨日 YouTube のニュースを見ていたら、若者の8割はなんかスマホ見ながらご飯食べてるっていうのを特集してて、それが普通じゃないのとか思っちゃったの。何かしながらご飯食べるのが普通だと思ってたんだけど、意外と世代間でギャップがあるらしいの。ご飯食べる前にちょっと洗い物を先に済ませておいてからご飯食べる。でも私からしたらご飯って休憩時間だから、仕事してご飯の時に何か見ながら食べるのが楽しみだったりするのね。だから、味に集中できてるかって言われたらちょっと分かんないけどでもやっぱなんか動画見ながら食べたくなるよね。今ね、これも面白そうかなと思ったんだけど、この作品をこの前見てて面白かったからちょっと続けてみます。 Amazon プライムってさ、突然広告入るようになったよね。いつから入るようになったんだっけあれ。今日は見る映画が決まってたからすごくスムーズに進んだけど、普段は食べながら映画を見る、何見ようかなって迷ってたら食べ終わってるっていうそういうことが発生したりするんだけど、これあるあるじゃない？もう2時半です。さっき映画見終わった後に地獄に落ちるわよっていうネットフリックスで配信されてるやつを、そしたらちょっとそれが面白すぎて、ネットフリックスってさ自動的に変わるじゃん。だから気づかないうちに2話見ちゃって、今本当に焦ってる。もう抹茶がなくなってきた。やばい。ちなみにこのメガネはブルーライトのメガネで、私は目の視力が本当にいいのでメガネ必要ないんだけど、ブルーライトのメガネを最近つけてて、これね、横にキティちゃんがいるの。オウェンレイズっていう日本のメガネ屋さんとなんかキティちゃんのコラボみたいな、ネット限定だった気がするけど、これ結構お気に入り。じゃあパソコン、ここに今あるパソコンを全部持ってって上で作業します。いつもの私の部屋に帰ってきました。私の実家には部屋がないんですね。だから私は部屋にすごい憧れを持っていて、部屋がある家すごく羨ましいなとか思ったりするんだけど、これはロフトベッド。これは IKEA で買ったんだけど、この IKEA のベッドの下に2畳ぐらいのスペース、セミシングルぐらいのもう狭いスペースがあるんだけど、机もやばくて、この机ね、コーナーで買ったんだけど、この板を買ってなんか細い板を2個つなげてるの。だからね、ここにね隙間ができてんの。前までは小学校から使ってたなんかニトリで売ってる学習机みたいなのを使ってたから、それに比べたらもうこれはすごい可愛いし、いい感じルームツアーっていうほどのものはないんですけどちょっと待って中国のカメラマンさんからもらったやつで、このカンカンにいろいろ入れてる、これね撮影で使ったやつで、この子もらい物、これ友達からもらった。でこれは友達とお揃いのやつで、この子もいただき物ですね。この子もらった、この子もらった、もらったやつがいっぱいあるの。これ私よかった、これ友達からもらった。これをもらった、この子ももらった。ここにフェイウォンさんがいて、このジャケットが私すごい好きなの、めっちゃ可愛くて、でこれも緊急で一旦ここに置いてます。これ一旦ここに置いてるスペースなんだけど、でもにしては可愛いんじゃない？喋
喋りすぎました。今から集中モードで爆速で終わらせます。もうやばい。最近はね、編集するときにもうこの編集だけだと頭が痛くなっちゃうから K-POP のプレイリストを流したりだとか、あと夜の運転1時間みたいなここで流しながら作業したりとかして、私はコルティスにハマってるからちょっとコルティス流します。なんか最近のコルティスのミュージックビデオ見たことある。衣装がこだわってるのはわかるんだけど、なんか近所の子供みたいな服をしてるの。どういう意図でこの衣装になったかすごい聞きたくて、でもパロマウルとか使ってるからなんかもう最新行き過ぎて、私が中1の時に愛用してたフィラのジャケットみたいなの着てたりするから、どういうことみたいな感じで、なんか衣装が面白いからそれも含めて見てる最近。マジで終わらせる。さっきマンネリを感じてるって話をしたじゃない？そこで自分について改めて考えてみたの。私の最終的な目標はアーティストでいること。今は頑張る時期でいろいろ挑戦してるけど、その時期が終わったら自分の好きなことを表現していたいなと思う。唯一無二になりたいって強く思ってる。私の尊敬できる人は売上とか数字とかそういうルールの中じゃなくて、自分を表現して言葉や作品にしている人。それが一番かっこいいし尊敬できると思うの。だから私は自分が尊敬できる人になりたいし、社会の基準よりも自分の感覚を信じたいなって思った。みんなはどんな人を尊敬できる？作業が終わったので走りに行きます。普段は毎日走ってるわけじゃないんだけど、この日はちょっとランニングにハマってて走ってた。最近の東京の天気が本当に最高で結構外出てる。はい、夜ご飯です。この日はなめこの味噌汁とご飯とサラダと豚のお酢で焼いたやつみたいな。これめっちゃ美味しいの。運動した後はたくさん食べる。家族とお話ししながらご飯を食べてたらもうすぐ食べ終わっちゃう。もうご飯作っていただいて本当にありがとうございますとめっちゃ感謝。この後夜地獄に落ちるわよ。また見た。今日の一日はこんな感じだったよ。記録してみたら意外といろいろやってるなって気づいた最後まで見てくれてありがとう。みんなも私みたいにゆっくりな日々を送ってくださいまた次の動画で会おうね。バイバイ。今からこちらを食べます。弱いじゃんのヨーグルト。これ本当に大好きで、私日本でも頼んでたんだけど、これは韓国で今めっちゃ人気のヨーグルトで、いちご。Oh my god、 待って。日本で食べるより美味しい。てかいちごが美味しい。なんか日本ってさ、フルーツ頼むとめっちゃ高くない？なんかフルーツ結構貴重品だし、いちごとかさ結構値段の差が大きいけど、韓国ってこういういちごいっぱい食べれるよね。